はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、お相手があなたに抱く気持ちということでやっていきたいと思います。赤、青、黄色のうち、2つご覧になっていただいて、しっくりくる方があなたへのリーディングとなります。それでは、概要欄、コメント欄の方に開始時刻がございますので、そちらをご覧になって、始めてください。はい、それでは赤を選んだ方のお相手があなたに抱く気持ちをリーディングしていきたいと思います。目線はお相手目線で、お相手の状況、心境を過去、現在から見ていって今後の展開、あなたに対する抱く気持ちをリーディングしていきたいと思います。それでは行きたいと思います。はい、それではまず2枚見ていきたいと思います。非常にね、あなたに大切にしてもらったとか、優しくしてもらったりとか、そういうふうに、すごく感謝する気持ちはあるのかなというふうに思います。左のカードを見ていただくと、恋を抱く女性を抱くカードですので、非常にお相手はあなたに対して何か特別な存在というよりは、一緒にいなくてはならない存在、そういった気持ちの方が強いのかなっていうふうに思います。で、右のカードを見ていただくと、ジャッジメント。これは何かを判断したりとか、審判を下したりとか、するカードになってくるんですけども、全体的にあなたとのいるっていうことが非常に大事だと捉える一方で、このカード2枚とも逆位置に出てるんですね。そういうことは、どうしても何らかの理由で、離れる決断をされたりとか、何らかの理由で、うまくいかない、状況になっているのかなということが、カードとしてわかります。はい、潜在意識を見ますと、どこかね、こちらもね、お金を抱えているカードというものが出ていますね。ですので、あなたに対してお相手はすごく大切なものとして捉えているっていうのは変わらないんですけども、これはお一人で映っている、すごくどこか寂しさを感じている。なので、あなたとの距離感を感じることによって非常に寂しい思いをして、どこか後悔の気持ちを抱いているのかなというふうに思います。それはお金とかいう物質的なものよりも、あなたの愛情であったりとか、そういった、ぬくもりであったりとか、その目に見えないもの、こういうものをやはり重視、しなきゃいけないのかなというふうな気持ちになっているのかなというふうに思います。深層心理で見たときに、お相手としては、あなたとの距離をしっかりやり直すチャンスだったりとか、きっかけっていうのはあるようには思っていたんですが、なかなかそれをしっかり活かす機会というのがなかったのかなと。要は、あなたに対して伝えれば、よりを戻せたりとか、うまくいくっていうのは分かっていても、あえてしなかった。そんな状況というものが出てくるのかなというふうに思います。だから、お相手があなたとの距離感を持っていることに対して少し、後悔の念だったりとかを抱いてしまっているのかなというふうに思います。こちら過去のカードを見ると、やはりね、今の状況から動きたくないとか、警戒心が非常に強いカードが出てますので、お相手自身は、あなたとの距離を置くということに対して、本当は、あまり賛成ではなかったと言えるのかなというふうに思います。はい、ここまででまとめますと、お相手はあなたに対して非常に大切に思う気持ちがあるので、離れてしまったということに対して後悔をしています。そして、お相手はあなたとのよりを戻すきっかけっていうのはあったにもかかわらず、決断できなかったこと
これは非常に自分の行動力のなさというものがあるのかなと痛感している状況なのかなというふうに思います。はい、それでは、お相手の今後ですね、あなたに対してどういう気持ちを抱くかをご説明していきたいと思います。はい、簡単に言うと、これね、もう優しく尽くすっていうカードですね。で、あなたに対して今までは、なんかこう、優しくはしてくれるんだけど、どこかちょっと気持ちのこもってなかったりとか、なんかそういうふうに少しどこか、私の方に向いてないんじゃないかなとか、そういうふうに思われてたと思うんですけども、そういうのも含めて、すごく真心を込めてあなたに対して、気持ちを向いて、しっかり行動してくれるんじゃないかなというふうなカードです。では、じゃあ今後のお相手の周辺環境であったり状況、立場というのはどうなるか見ていくと、やはり、先ほどのカード、こちら左側のカードとこちらのカードを見ていただくと、このカードはすごく警戒であったり、警戒していたりとか、行動をしないように抑えるようなカードなんですけど、こちらのカード非常に心が安定してきているので、あなた自身、お相手自身、非常にこう前向きな気持ちになりやすい状況、かつ、今後ね、優先順位がね、決まってきていると。あなたという存在が、優先順位がかなり高いものとして、考えるようになったので、先ほども言った時に真心を込めて、あなたに対して誠意を尽くして、接したいということが目に見えてね、分かってくるのかなというところ。これが今後、お相手からあなたに対して行われるのかなと思います。はい、では、最後に結論とその要因ですね。左側のエースのカード、エースオブカップのカードを見ていただくと、非常に新たな始まりだったりとかを表す強いカードなんですね。で、かつ右のカードは、カード見ていただくと話し合いを設けられていると。何かの問題を解決するために綿密にしっかりと話し合いを設け解決に至るというふうに至っているのかなというふうに思います。で、この流れで見ますと、お相手とあなたの中で何らかの問題が生じております。ですが、今後、新たに前に向けて動き出そうというふうに、お相手は感じますので、それをしっかりとあなたと問題を共有していこうという、そういった前向きな状況になるのかなというふうに思います。はい、では最後、まとめとアドバイス。まとめ、お相手はね、あなたを大切にしたいっていう気持ちがある一方で、なかなかそれを表に出さずに、決断してしまったというところ。ですが、今後はあなたに対してしっかり、尽くす行動、かつ心が落ち着いてくるので、あなたをより大切にしたいなという気持ちと、今後はしっかり、話し合いを設け、どういった問題があるのか、で、あなたにとって何がしてほしいのか、そういったね、ものを話し合った上で問題が解決なされていくのかなというふうに思います。はい。で、最後、アドバイスなんですけども、多分ね、あなた自身が、こう、結構お相手は内部というか、こう、複雑というか、分かりづらい、周りから見てちょっと分かりづらい気持ちが分かりづらい方なので、あなた自身どうして接してればいいのか分からないと思うんですが、比較的ね、こう、今、少し距離感が出てたとしても、あまりね、意識しすぎずに、場合によってはすごく近い距離を保ってもいいですし、なんかあまりね、不自然にならずに自然体でね、接していただければ、必然とお相手の方から、寄り添ってくるのかなというふうに、見て取れますので、ここで言うとアドバイスっていうアドバイスはないんですが、自然体に、いるというところで、お相手からの、接触を待つ、それによってね、お二人の関係性がより良くなってくるのかなと思います。それでは以上で赤のリーディングを終わりにします。はい、それでは青を選んだ方のお相手があなたに抱く気持ち、というリーディングをしていきたいと思います。目線はお相手目線で、
お相手の状況、心境を過去、現在から見ていって、今後の展開、あなたとの関係性と、あなたに抱く気持ちというものを見ていきたいと思います。はい、早速ですが、お相手の状況、心境、それに至る、それをの障害となるものを見ていきたいと思います。何かこう落ち着かない様子なのかなというふうに思います。どこかこうお相手の中でぽっかりと開いた、何かこう今まであったものがなくなってしまい、すごく喪失感を抱いている気持ちなのかなというふうに思います。ですので何かを考えてほしいとか、あなたのために何かしてほしいとか、そういう要求をあまり考えられない状況なのかなと思います。で、右側のエースオブカップというカードを見ていただくと、これ何かを始めるというカードの逆位置に出てしまっているので、新たに何かをスタートするというよりは、今継続しているものを現状維持か、もしくはとどまるような状況っていうのが出ております。やはりこのね、最近起こったこと、この喪失感が影響してくるのかなというふうに思います。これはね、あなたとお相手の中で、そういったものが生じている。あなたとの関係性が、一時的にね、なくなってしまっただったりとか、そういったものが、関係してくるのかなというふうに思います。はい。では、お相手の顕在意識を見ていくと、やはりこう、お相手の中ですごくね、こう、大事な部分っていうのはあるんですが、この逆位置に出てしまっているので、あなたというものが本当に大切なものなのかというものがしっかり見極められなかったりとか、分かっていたとしても、そういった行動に移せなかったりとか、なので、非常にあなたから見て、なんでそういう行動をするのかなと。もっと優しくしてくれればいいのにというふうに思われる行動をお相手は取ってしまう。そんな感じはしますね。なので、非常にこう、心ここにあらずみたいな、なんとなくこれが大切なの分かっていても行動ができなかったりとか、思考ができなかったりとか、そういった状況に、お相手はなっているかなというふうに思います。やはりこのカードも出てみますと、問題を解決するにあたって、あなたのアドバイス、助言、コミュニケーションを取るなどを取るということを、しない。しないというか、しないというかもう、することが選択肢にないというところ。なので、もう決めるのは自分、考えるのも自分、あなたがその、プロセスの中に入っているっていうことが、もうおそらくお相手の中でないというところ。これね、悪い意味ではないんですけどね、もう本当にまさに最初にお話した通り、心の中に大きな穴が開いているからこそ、そういった大切なことが考えられなくなっているというふうに思います。はい。で、最後、過去のカードを見ると、過去の状況に対してすごく懐かしむ、憧れる、戻りたいという気持ちになっています。ですので、非常にこう、今の状況っていうものから、過去あった状況に戻りたい、そういった切実な思いというものが伝わってきます。はい。ここまででまとめますと、お相手は過去に非常にちょっと不安定な状況になり、喪失感を抱いています。なので何かを新たに始めるということもないのかなと。ですし、あなたに対しての優先順位だったりとか、あなたに対して何かを話し合うという部分が今はないというところにある。ですが、過去、あなたとの関係があったことをすごく懐かしむ思いがある。これ非常に矛盾している考えなのかなと思うんですが、あなたとの関係を懐かしむ一方であなたを必要としなかったり、あなたを大切にしなかったりする。こういった少し矛盾した関係があるんですが、これはお相手が悪いというより、お相手がもうそういうふうな思考ができなくなっちゃっている。そういったトラブルに見舞われている状況だというふうな認識っていうものが大切なのかなっていうふうに思います。ですので、お相手はそういった
すごく疲れた状況なので、そういったものを理解してあげましょうというふうに思います。それでは近未来についてお話ししたいと思います。やはり引き続きお相手はあなたに対して明確に将来設計であったり計画っていうものを提示することはないのかなと。理想論であったりとか、こうなればいいなという希望論を掲げ、あなたに接触するかなというところがあります。なので、その過程であなたとよりを戻したいとか、一緒にいたいという提案はあるかもしれないんですが、あなたから見て非常に現実的ではないという話のため、なかなか前に進まない可能性というものが非常に高いと言えます。はい、今後のお相手の周辺環境と状況、立場を見たいと思います。このままいくと、お相手は周りの助けだったりとか、周りの意見をもらう状況っていうのがなくなり、もう一人で、やっていこうという結構自暴自棄な気持ちになっていく。かつ、それは、そういったなる原因っていうものは自分でなく環境が悪いんだったりとか、どうしても自分に問題があったりとか自分に責任があるというのを捉えることができないため、なかなか反省をするということがないというふうに思います。現状で言うと、なかなかね、あなたに対して現実的な気持ちを提案もしない上に、反省の気持ちにもならない、そういった状況なのかなというふうにも思います。はい、結論を見ると、これもね、ザ・マジシャンのカードが出てるので、非常に新たな始まりをしたいというふうに出ております。これはあなたとの関係を今一から再スタートをしたいという願望ですね。じゃあ願望が必ずしも行動であったりとか、説得力のある考えにつながっているかというと、行動にはつながっていないですね。結構表向きの言葉は非常に頼もしかったりするんですが、最終的にあなたを幸せにできるロードマップ、計画っていうのは提示されないのかなというふうに思います。はい。で、最後まとめとアドバイスなんですけれども、今回ちょっと辛口になっちゃったなと思うんですが、しっかりアドバイスをしていきたいと思います。お相手は少し今気持ち的に不安定な部分があります。ですので、現状維持、ですので何かをしたりとかするのができず現状維持、かつあなたに対して、優しくしたりとかあなたの意見を求めるというものをできないでいる。ですがあなたとの関係というのはすごく懐かしんでいる。で、今後はあなたに対して、非現実的な提案が多くなり、あなたに対して、何かをできずにいるため、どこかちょっと一人で逃げてしまうような状況になるのかなと。かつそれを自分のものとして捉えずに反省できない、そういうふうなものとして、お相手はなっていくのかなと。ですが、お相手自身はあなたとの関係を一から始めたいという強い願望はあるものの、それが行動が伴わないのかなっていうものとしてあります。ここまでで見ると非常にあなたにとってあまり都合の良くはない、状況に出ていると思いますが、これね、はっきり言っちゃいます。あなた自身必ずしもその人を引っ張りすぎるのも良くはないんじゃないかなと。現状で言うと、お相手は明確な解決策を提案できないに変わらずあなたがいてほしいというものに対してあなたは非常に優しいので、支えてあげたい。ちょっと心配だなっていうところで、引き伸ばしてしまう場合があります。で、これからも一緒にやっていこうっていう言葉、これに何度か騙されてるかと思います。ですので、あなたがもしそれに対してね、とことん付き合う気持ちであれば問題ないです。ですが、そうでないんであれば、新たな方向性っていうものも視野に入れて、行動するっていうところも、あなたにとって幸せになるのかなというふうに思います。で、アドバイスをするんであれば、あなたがまずその方と一緒にいるかいないかを決断します。いない場合、一緒にいると答えた場合は、しっかりとことん付き合うと。いないと考えた場合は、はっきりとノーと伝える。それで前に向いて違う方向に行って、あなた自身、しっかり幸せになっていただく。これがね、
今回のリーディングのポイントとなってくるのではないでしょうか。はい。以上で青のリーディングを終わりにします。それでは黄色を選んだ方のお相手があなたに抱く気持ちをリーディングしていきたいと思います。目線はお相手目線で、お相手の状況、心境を過去、現在から見ていって、今後の展開、あなたとの関係性をリーディングしていきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。あなたに対する抱く気持ち、ホエールフォーチュン。どこかね、こう消極的で、あなたに対するきっかけをあまりつかめずにいる。何か、こう、あなたという存在がどこか遠く感じられるため、なぜか、こう、どんどんお相手の方から離れていっていく。そういうふうにあなたは感じているのかなというふうに思います。じゃあその要因というものは何なのかというと、お相手自身にも多少あるんですけども、あなたがどこか閉鎖的で心を開かなかったりとか、何かを言わなかったりとか、する部分があるので、お互いにそういった心が開かない、部分があるので、どうしても離れていってしまう。きっかけもつかめずに、なかなかうまくいかない。そういうふうに感じているんではないかなというふうに思います。ですが、こちらの左のカード、ホイール・オブ・フォーチュンっていうのは、チャンスをつかむっていうカードなんですので、非常に逆位置に出てるんですが、これは意識次第でいくらでもね、きっかけがあるのかなっていうふうに思います。じゃあ、潜在意識を見てみますと、お相手はあなたに対して献身的に優しく接することができずにいる。それは、先ほどもお伝えした通り、お相手があなたから感じる優しさだったりとかオープンな気持ちっていうのを感じないため、じゃあ自分までそこまで優しくする必要ないんじゃないかなというふうな、要は鏡を映すように感じですね。相手が優しくしてくれないんであれば自分もしなくてもいいやというふうな気持ちというものが大きいのかなというふうに思います。はい。で、深層心理見ます。もうなんか例えば一般的に固定観念で正しいとされること、正義とされるルールされていること、これあるじゃないですか。これをどこかちょっと外すとか、ルール違反をするとか、だからそういった気持ちにお相手はなっているのかな。それは例えね、あなたが優しさを見せなくても優しくしてあげるとか、そういったモラル的な部分をしてくれない、そういうふうに感じますね。やはりね、一緒にいてね、居心地の悪さというか、すごくね、非常にね、近すぎると、どこか圧力を感じてしまったりとか、自然体でいられない。そういった部分をお相手とあなたの中で、2人とも感じている部分があるのかなというふうに思います。ここまででまとめると、お相手とあなたは心をなかなか開けずにいるため、きっかけが見つけられず、それが原因となってお互いに優しくすることがなくなっていく。かつお相手もそのモラル的なルールだったりとかを守らなくてもいいやという気持ち。だからどこかお相手とあなたというものは居心地の良さというものを感じられない、少し、気を使ってしまう関係なのかなというふうに出ております。はい。では、今後のお相手があなたに抱く気持ちの今後の可能性を見ていきたいと思います。やはりね、このままいくとお相手は時間が解決してくれるんじゃないかとか、どうにかなるんじゃないかなっていう気持ちのもと思うんですが、まだかなとか、
いつになったら解決するのかなというふうに考えるようになります。一方で解決策だったりとか、それをうまくいく行動っていうのはなかなか取ろうとしないのかなというふうに思います。非常に今の状況から明確に変えようという意思がカードからは伝わらなかったのかなというふうに思います。はい。お相手が抱くあなたへの気持ち、周辺環境とお相手の状況、立場。周辺環境は、あなた自身がお相手に対して、もう明確に判断してほしいという要求をするかと思います。それは、くっついて離れてだったりとか、その状態を続いたりとか、なんとなく続いちゃってる。そういったものを明確に、白黒つける、そういったものがあるかなと思います。で、右側のエースオブワンズを見ていただくと、なんですが、何か大きな決断をするためにエネルギーが必要なんですけど、それが感じられないんですよね。ですので、そういった何か終わらせるとか、はっきりさせるっていう決断ですら、お相手にとって億劫に感じてしまったりとか、すごく前向きに判断できないんじゃないかなというふうに出ております。はい。で、最後結論と、その願望ですね。なんか全体的にちょっと逆位置が多いリーディングにはなってしまったんですが、あなた自身との関係性を懐かしむ気持ちはあるんですけども、じゃあそれに対するプロセスをしっかりしたいなっていうふうには思えないですし、どこかもう今の失敗を失敗として受け入れてしまっている。もう自分はこの程度しかできなかった。できないんじゃないかとか、これ以上はさすがに無理だろうっていう気持ちになってしまったため、お相手自身から物事を解決することはなかなか難しいのかなというふうに思います。はい。それではね、ちょっと今回、黄色も辛口になってしまったんですが、まずこれでね、アドバイスと、まとめとアドバイスをさせていただきますと、お相手は、今のタイミングがつかめずに、あなたとの関係性をつかめずにいる。そして何かを尽くすこともできずに、ちょっとモラルを破ってしまう部分ある。ですが、あなたとの関係性っていうのは、どこか懐かしく思う部分あります。で、今後は自分から積極的に何かを変えようというふうな、行動をしない。ですが、あなたからお相手に対して何らかの抜本的な決断、行動っていうのをしてくれとするため、するんですが、お相手はそういったパワーというものがない。それがお相手とあなたとの非常に溝が作ってしまうかなと思います。今後もやはりそういったパワーの部分で言うと非常に弱いというか、自分に対するこの負のイメージが、回っちゃってる部分があるのかなというところにあるので、ありますというところで、アドバイスをさせていただきますと、非常にね、お相手にとってあなたという存在が明確じゃない。明確じゃないということは、あなた自身もこの先一緒にいて幸せなのかどうかっていうのを明確じゃないってなってしまうので、まずあなたがお相手と一緒にいたいか、これは、考えていただかないと、ずるずる言ってしまう。もう実際もうずるずる言ってる部分はあると思います。なので、あなた自身もそれを決断しなきゃいけないなと多分思うので、ここの関して言うとね、お相手に、プラスのイメージを求めるのでなく、あなたが変わるか、あなたが、行動するかになってくるのかなと思います。思い切ってね、他の方というところのも考えるっていうのもありのかなというふうに思います。今回ちょっと黄色は辛口になってしまって、少しね、行動しづらい部分はあるかと思いますが、ぜひ前向きに、なっていただければなと思います。以上で黄色のリーディングを終わりにします。